こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和6年度において活用したい助成金としてもっと詳しくというトピックスでお話をしていきたいと思います。通常はですね、助成金一つ一つについて動画で解説をしているんですけれど、令和6年度以降においてですね、ぜひ活用してほしい合わせ技の助成金についてご紹介をしていきたいと思います。どちらもですね、今回ご紹介する助成金につきましては動画で以前紹介はしているんですけれど、人材開発支援助成金、人開金と言われるものと、キャリアアップ助成金、多くの会社さんがまずは取り組む助成金のうちの一つかなというふうに思いますけれど、この2つを併用した場合のイメージについて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、人材開発支援助成金、新型コロナウイルス感染症があった関係ですね、人材開発支援助成金、非常に大幅な改正等が、拡充等があったといった状況で、今ですね、非常にこの人材開発支援助成金、使い方が良くなってきているといったものになりますので、まずはこの助成金について見ていきたいと思います。そしてさらにですね、キャリアアップ助成金、多くの会社さんで使っている助成金のうちの一つかと思いますけれど、このキャリアアップ助成金につきましても、2023年の11月29日にですね、急遽拡充がされたといった状況、そして非正規雇用労働者の正社員化というのを非常に強力に推進をしていく、政府の気持ちがですね、伝わってくるような内容になっているといった状況で、今回はですね、この人材開発支援助成金を使って、さらにキャリアアップをしていくといった場合、この2つの助成金を組み合わせた場合の併用について見ていきたいと思います。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、人材開発支援助成金とはどういったものなのかについて見ていきたいと思います。この人材開発支援助成金につきましては、体系的、かつ段階的に職業能力開発を行っていくことを目的として、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施をした場合ですね、訓練に関する経費だとか、訓練期間中の賃金の一部を助成をする制度といった形になっております。そしてですね、改正がかなりありまして、今現状はですね、人材育成支援コースというものと、教育訓練休暇等付与コース、そして人への投資促進コース、そして事業展開とリスキリング支援コースなんていうのがありますけれど、こういった形でですね、特にですね、人への投資促進なんていうところは、生産性の向上といったところが、新型コロナウイルス感染症や人手不足といったところで、新たに創設されたものではありますけれど、今回はですね、人材育成支援コースの方について見ていきたいと思います。この人材育成支援コースにつきましては大きく3つ分かれておりまして、人材育成訓練と認定実習併用職業訓練と有期実習型訓練という形になっておりまして、以前あった、人材育成支援コースの中でですね、特定訓練だとか、そういった一般訓練コースというのがありましたけれど、そういったものを少し統合してまとめたようなものになっているといった状況です。そして、この人材育成支援コースの人材育成訓練について少し詳しく見ていきたいと思いますけれど、この人材育成支援コースの人材育成訓練につきましては、総額で1000万円マックスの助成金になっているといった状況で、対象となる訓練はですね、やはり職務に関連しているものでなければいけないんですけれど、対象の人につきましては、有期であっても、正規であっても、どちらも対象になるといったところが非常にポイントです。そして、訓練中の賃金の助成もあるし、講習費等の経費の助成もあるといったところで、非常に使い勝手が良くなっているといった状況ではあります。そしてですね、経費助成につきましては、通常の雇用保険の被保険者、有期以外の方につきましては、経費に関して、訓練費に関しては 45% ではありますけれど、有期の方に適用した場合は 60%。そしてですね、有期雇用の方がさらにその後、正規転換をした場合には 70% といった形で経費の助成率が違うといった状況になっている。
そしてさらにですね、加算要件を満たしていくと、この経費の部分がですね、さらに 15% で経費調整をしてもらえる。そして最大で 30% という形になってきますので、有期雇用労働者でさらに正規転換をした方に関しましては、教育訓練の経費に関しては、当初 70%、追加支給でプラス 30% という形なので、上限はありますけれど、100% 経費負担をしてくれるといった状況になってきている。で、この経費調整の上限ですけれど、訓練時間が10時間から100時間と100時間から200時間、そして200時間以上という形で上限が15万円、30万円、50万円という形になっているという状況です。さらにですね、賃金助成という形になりますので、もちろん就業時間中に訓練をしていただくという形になりますので、その場合の訓練経費ですね、時給で1人当たり760円負担をしてくれるといった状況になっております。さらにですね、その加算要件を満たすと、追加支給になりますけれど、さらに200円ですね、1時間あたり200円加算で支給をしてもらえるといった形になっているので、合計ですね、1時間960円の時給というのを国が負担をしてくれて、金額の上限はありますけれど、研修費を最大 100% 国が戻してくれるといった状況になっています。そしてですね、賃金助成ですね、最大で960円という形になっておりますけれど、1人当たり年間1200時間までという形になっております。年間の総労働時間ですね、2000時間いかないかといったところの中でですね、1200時間というのは非常に大盤振る舞いといった状況ではあります。そして、対象労働者1人当たり年3回まで支給申請ができるといった状況になっております。非常にこういった形でですね、人への育成といったところに国は力を入れているといった状況ではあります。一方、キャリアアップ助成金ですけれど、こちらもですね、頻繁に改正ちょこちょこされるんですけれど、この有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の方のキャリアアップを促進をして取り組みを実施した事業主に対して助成をしていくといった形でなっておりまして、大きくですね、正社員化の支援と処遇改善の支援というふうに分かれておりますけれど、一般的に多くの方が使うのはコース概要の中に書いてありますけれど、一番の正社員化コースではないでしょうか。そしてこちらはですね、令和5年の11月29日に拡充をされたといった状況になっております。またですね、2023年の令和5年の10月から始まっております年収の壁支援強化パッケージというのもありますけれど、それを受けましてキャリアアップ助成金の方ではコースが新設されて、社会保険適用時の処遇改善コースというのも作られているといった状況になっております。このキャリアアップ助成金の正社員化コースですね、拡充されたわけですけれど、今現状どうなっているのかと言いますと、1人当たりの助成金額の見直しというのがされまして、通常はですね、57万円1回支給といった形になっておりましたけれど、拡充によってですね、中小企業においては80万円という形で増額をされている。増額はされたんですけれど、こちらはですね、2回申請という形で、40万円、40万円で2回に分けて申請をするという形になっております。またですね、キャリアアップ助成金の活用をさらに促進をするといったところでしょうか。初めて正社員転換制度に取り組む場合にはですね、初回20万円の加算ですとか、初めてですね、正社員の転換制度に取り組む、そして限定正社員ですね、こちらは限定正社員とのキャリアアップに取り組む場合は40万円の加算という形で、非常にですね、キャリアアップ助成金ですね、初めて何かをされる方に関しての加算が大きくなっているといった状況になっております。そして、この人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金の併用のイメージですけれど、例えば2024年の4月から雇用をした場合、その時の雇用形態は有期雇用という形になりますけれど、その間ですね、教育研修の方を行っていただくと、この教育研修に関しては内部をイメージしておりますけれど、研修時間は10時間と仮定をした場合にですね、
通常キャリアアップ助成金って最短で、半年で、正規転換ができるという形になっておりますので、2024年の4月に入社した方は10月から正規転換ができるという形、そして、人材開発支援助成金と併用していくと、研修後2ヶ月以内に正規転換をするといった条件がありますので、8月から9月の中でですね、10時間以上の研修をしていただいて、10月に正規転換をしていただくという形になっています。そしてですね、正規転換、キャリアアップの場合は 3% 以上給与のアップという形になっておりますけれど、人材開発支援助成金の加算ですね、の要件は 5% になっておりますので、正規転換時にですね、給与を 5% アップしていただくといった形になって、有期雇用で研修をしていただいて、そして昇給で 5% 以上アップして正規雇用をしていくといった形になってきますと、人材開発支援助成金で1回目で申請をする。そして、加算要件で人材開発支援助成金をもう1回申請する。そしてキャリアアップしてですね、キャリアアップ助成金1回目を申請をする。さらにですね、キャリアアップ助成金2回目を申請するといった形になってくると、およそですね、だいたい90万円ぐらいですね、助成金で人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金でもらえるといった状況になっているといった状況になっております。そして、最後に注意点とまとめですけれど、さらにですね、東京都の方になりますけれど、正規雇用と転換安定化支援事業というのがありまして、キャリアアップ助成金で支給決定を受けた方がさらにですね、正社員化の安定化といったところでですね、もらえるようなものもあります。ただ今現状ですね、令和6年度の状況に関しては未公表という形になっておりますが、助成額につきましては、マックス3人までといった形で、金額としては60万円が上限という形になっております。こちらはですね、正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備ですとか、賃上げを行った事業主に対して行っていくといったものになりますので、キャリアアップ助成金の支給決定を受けている方がいらっしゃる場合はですね、この東京都の方のこちらも検討してみたらいいかなというふうに思います。今後ですね、ますます人手不足というのは深刻化していく状況ではありますので、非正規雇用労働者への研修を通じてですね、スキルアップを図っていって正社員化を進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。